さ、ぶっちゃけよ、今まで言ってないけど、今日は付き合いたての頃のお話をしようかなと思って。なんか付き合った当初の話ってあんまりしなくない？まあ大体2年ぐらい経ったみたいな。記念日とかなんか適当だし覚えてないから。覚えてたら言われやすいな。覚えてたら何回も作ろうとして作ったけど全部忘れるんじゃん。覚えてたらっていうか、ちゃんとした記念日があったらお祝いしちゃう。ああ、そうね。じゃあちゃんとした記念日を作ろうの回しようだけど。もう数字がいっぱいある大変さ。11月の19日にしよう。が何記念日？同棲記念日かそれは。はい。オッケー。行ってくるね。行きましょうか。かわいい今日も。かわいい。いい感じさ。よいしょ。じゃあ行きますか。みかんの水入れた？みかんの水入れた。ありがとう。ご飯もセットした。荷物も全部運んだ。洗濯物も持ってきた。卵も買ってきた。ゆで卵も作った。弁当も作った。ありがとう。母じゃねえよ。全部あなたがあれだよ。準備してる間にやったんだよ。仕事が早いの。誰かどっちから流した首元見えるからセクシーに。そうそうそう。反対だに。反対が可愛いぞ。いや違うな。ボリューミーだねそっち側。こっち側がいいじゃん。ね、こっち側なんかあっち側なんかボリューミーなの。こっち側なんだ。こっち側だったの。ボリューミーじゃない。そう。クリーミーだ。そんななんかクリーミーしてる。どういうこと？だからさっき話しててさ、付き合った時の話ってしたったね。記念日とか話してたさ。記念日とか一回もやったことないんじゃない？ないよ。だからさっき11月19日だった。もうミミの誕生日で。違う。ミミを拾った日か。11月19日にみかんを拾ったから、もうなんか俺なんかの記念日も多分9月ぐらいだと思うけど分からんから、覚えるの大変だからもうみかんの誕生日で一緒にするっていう。適当だよ。適当ななんか。ちょっと付き合いたての頃を振り返ろうかなと思ったんだけど。はあ。付き合いたての頃。そう。生徒さんがあれさ、チャラチャラだった頃さ。チャラチャラだった頃。なんかさ、今よりさ眉毛も細くてさ、チャラチャラしてたさ。眉毛は細いねあの時は。なんか今よりもうちょいなんかこうシャンシャンみたいな眉毛にしてたから。エリもダサダサさんだったし。エリはダサダサさんだった。ダサダサさんだ。すごいダサかった。すごいだろ。そんなストレートに言わなくていい。頑張ったんですよだからこんなんて。そう。洋服もめっちゃ一緒に選びに行ったしも。最初。もうやばかったね。もうエリセイタさんと洋服のことで何回喧嘩したかわからん。セイタさんと一緒に住んでなかったさ最初はね。だから住んでない時に初めてこのデート行くとかなる時に、友達の頃はそんなになかったけど、その付き合うってなってちょっと時間が経ってくるとセイタさんがなんかデートに行った時に可愛いっていうのとその反応しない時の差がすごいわけよ。だからなんか今日の服ダメなんだなみたいな、合わないんだなみたいなのをなんかちょっと察してたみたいな。ああそういうことね。まあ、エイリがなんかもともとおしゃれをしてなかった感じがあったし、なんかなんていうのかな、変な言い方だけどなんかもう高校生の名残がありますみたいな感があったから、なんか大丈夫それ部活の洋服じゃないみたいな感じだったから、すっごい子供っぽかったの。影響もあったんじゃない？そう、専門学校がそういうちょっとみんながおしゃれしてるって、動きやすい格好してたからっていうのもあれかもしれんけど、
だからそういうのとかでも喧嘩はもう付き合った時から多かったし、なんかさ、ぶっちゃけよ、今まで言ってないけど本当にエリセイタさんと続くと思わなかった。2年とかもなんでなんかこんななんかしょっぱなからこんな喧嘩とかばっかしてさ、はいはい、そういうことね。だし、なんかやっぱあの頃は自分がセイタさんに何も言えない時期だったっていうのがあって、なんか結構どこに遊びに行くって言ってもエリ自分から言えなかったじゃん。そうね、元々エリが言う人じゃないんだよね。そう、友達と遊びに行く時はそう周りに合わせるってタイプだから本当にどこでもいいって思ってんだけど、それをなんかね一人で決めてるみたいになるじゃん。そう、なんか一緒に決めて、じゃああっち行こうこっち行こうって話しながらのが楽しいじゃん。どこ行くってどこでもいいよと毎回言われるから、はみたいななってね、それでちょっと喧嘩することとかもあったから、でそういうなんかあんまりなんか言えてない自分っていうのがいるのも分かってることのなんか辛さじゃないけど、あんまり言えないしとかだし、なんかそういう話をしてるとやっぱなんかセイタさんが年上だからなんか心的な差をすごく感じるっていうか、セイタさんの大人感を感じるっていうか、なんか自分がまだまだ子供っていう感じを突きつけられてる感があって、なんか年上の人ですごい包容力もあって優しくていい人だけどこんなに喧嘩もするし自分がこんなって素直になれないし、そうか、自分のこの年下っていう感じ、大人じゃないみたいなのを突きつけられてる感があって、なんかもう正直なんかもう3ヶ月とかで別れるだろうみたいな最低じゃん付き合ったくせにっていう最初は感覚だったかもしれない。そういうことね。今まで話してないけど。そうね、別れるとか俺は思ったことない。まあ他にどうなんだろうね。付き合っていくとどうしてもぶつかるのってね、やっぱ他人同士だから、ぶつかるし、どうして意見がすれ違うのもあるし、それをなんか時間とかいろんな経験の中でなんか解決していくとか思うから、なんかわーって喧嘩あってもう別れるって別れてた、それってもうすっごい一時の、なんだろう、その時の感情だけで動くってすごい後々後悔するなってやっぱ思うから、今めっちゃわーってなっても今はそうだけど後々はうまくいくかもしれないからゆっくり様子見ようみたいな感じだけど、なんかそういう考えをもともと持ってるっていうのがめっちゃ大人だなって思う。もっと持ってるわけじゃん。俺も経験の中からだから持ってるじゃん。このエリと付き合った時は持ってるじゃん。でエリは2年前のエリには持ってないわけじゃん。そりゃそうね。だって何歳よ、22とか1とかそんな感じでしょ。22か22がじゃない22歳のエリがそんな思考を持ち合わせてるほど人生経験はないわけよ。そうね、俺もいろんな経験した中でそういう考えになってるからね。そうね、だからなんかあれかも、続かないと思う2年経ちましたか。2年経ちましたが続かないと思ってね。まあ付き合った当初はね、そういうのあったけども2年経って成長しましたよ。エリは彼氏に可愛いって言ってもらえる力はマジで偉大。みんな言ってもらった方がいいよね、毎日。いや俺もその方がいい。お互いに言い合った方が絶対いいと思う。でもせつさんに言うね、かっこいいね。いいよね、大事だよそれで。なんかのろけとかじゃなくて単純にその相手のいいなと思うところを自然に言葉に出して伝えるっていうのは絶対いいのよ。いいね。そういう言葉に力があるさ。可愛くなるよね。可愛くなった？なってる。めっちゃ可愛くなってる。だから今普通にあの時超ダサかったって言える。今もダサいのが残ってたら逆に言えないじゃん。逆にね。あの頃もダサかったよねってなるさ。あの頃もってやばいな。やっぱさ、なんか最初抱えてた問題、可愛くないとかね。ダサかったとか。自分の中では結構コンプレックスなってたわけさ。もう生徒さんからその可愛いって言われないって嫌じゃん。彼女として彼しかそんな可愛いって言われないって言ったら、まあ、言って可愛くなるよっては言うけど、ってことは今は可愛くないってことじゃん。いやー、可愛い時と可愛くない時が悩みがあるよって言ってるやつだ。そういうのってなんか時間が解決する問題もすごくあるんだなーって今思った。でもその時今は今で今の問題があるさね。そうだね、ずっと悩みは常にあるものだからね。ちょっとずつこうなって成長していくからいいんだなって2年で感じたよ。そうね。でも1個変わってないことがあるよ。何？ルーセイさん好きって気持ちだよね。違うよ。じゃあそれはなしだ。それはなしで、お互いが好きって気持ちさ。一緒やし。違うさ、2人だよ。そんななんかもう
誰が言ってもこの流れか言ったらもう分かるようなでもそうそう好きっていうのが変わらなかったら大吉さん変わらない？大きくなった？父さんは全く斜め上ぐらいの回答をしてほしかった。じゃあ何しようかな。じゃあこれ考えよう一緒に。斜め上考えよう。何の会話よ。付き合いたての頃は言えないこともたくさん抱えていたけど、2年経った今では彼が一番信頼できる存在です。私はこれからも2人の関係を変わらずに大切にしていきたいです。共感いただけたらコメント、高評価、チャンネル登録してもらえると喜びます。よろしくお願いします。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。正しい？